皆さんこんにちは、オッキーです。ニューヨークの街にも春の花たちが少しずつ咲いてきています。今日は朝からカシミヤのセーターを片付けようと張り切って手洗いをしていました。さて今日はこんな爽やかな季節にぴったりなお菓子、レモンスクエアをご紹介します。レモンスクエアまたはレモンバーとも呼ばれますが、サクサクとしたクッキー生地の上にレモン味のカスタードのような生地を重ねて焼き上げます。大きい型で焼いておいてから好きな大きさに切り分けて食べるバークッキーの一種で、アメリカでは定番のお菓子です。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。このチャンネルではアメリカンベーキングのレシピと私オッキーのニューヨークでの暮らしをご紹介しています。ご興味がありましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではレモンスクエアに戻りまして、まず最初に型の準備です。今日は8インチ約21センチ角の型を使いますが、似たような容量のものであれば他の型でも代用できます。これは底の抜けない型なので、後で焼き上がったレモンスクエアを取り出す時のために型にパーチメントペーパーを互い違いになるように敷いておきます。パーチメントペーパーをくっつけるための糊代わりに無塩バターを底と側面にざっと塗ります。パーチメントペーパーは焼いている間に端が丸まってきてしまうといけないので、バインダークリップで留めておきます。もう一枚重ねるので、もう一回そこにざっとバターを糊代わりに塗ります。パーチメントペーパーはセルロース紙にくっつかない加工をした調理用の紙のことです。日本のクッキングシートやクッキングペーパーというシリコン加工された紙とほぼ同様のものです。加熱するときには使えないワックスペーパーも似たような箱で売られていることがあるので、間違えないようにしましょう。十字に紙を敷いたら型の準備は完了です。パーチメントペーパーがない場合はアルミホイルでも OK です。アルミホイルの場合は最後にもう一度側面にバターを塗りましょう。ここでオーブンの予熱を忘れずに。底になるショートブレッドクッキー生地のクラストを作ります。まずは粉類の計量です。小麦粉4分の3カップ、日本で作る場合は薄力粉で大丈夫です。4分の1カップの計量カップで測ります。粉を測るときは容器の中でよく攪拌して空気を含ませてからカップですくってさっとすり切ります。粉砂糖を測ります。4分の1カップ。粉砂糖はカップで測ると結構飛び散るので、測りがあれば測りを使うと良いでしょう。塩を加えます。小さじ8分の1。塩が入ることで味が引き締まります。この後、バターを加える時にも使うペーストリーブレンダーという道具を使って粉類を混ぜておきます。こうすることでダマを取り除きます。粉類にバターを加えます。バターはアメリカでは大抵1パウンド 454g の箱に入って売られています。この箱の中にスティック状のバターが4本。この1スティックが大さじ8に相当します。今日は大さじ6使うのですから、ここからここまで計量いらずで簡単です。バターはあらかじめ小さく切って使う直前まで冷蔵庫で冷やしておきます。粉に加えたら先ほどのペーストリーブレンダーを使って切り込むようにして混ぜていきます。このオクソのワイヤータイプのペーストリーブレンダーは間に挟まったバターを取るのが簡単なので気に入って使っています。ペーストリーブレンダーがない場合はこんな風に指先でバターを潰して混ぜ込む方法もありますが、ブレンダーがある方が
圧倒的に作業が手早く楽にできます。この作業はバターが冷たいうちに手早くやることが大切です。バターがだれてくると焼き上がりの生地のサクサク感が失われてしまいます。はい、これで完了。生地はサラサラしています。多少バターの粒の大小があっても構いません。先ほど用意しておいた型に入れて、指先またはヘラなどで均一に広げます。ヘラで少し押さえつけるようにして凸凹が気になるようなら計量カップの平らな底を使って押さえてならすなどしても良いでしょう。はい、これで準備完了。クラストを焼きます。予熱しておいたオーブンで15分か20分ぐらいうっすらと焼き色がつくまで焼いておきます。もしこの時点でまだオーブンの予熱が十分でなければ、型ごと冷蔵庫に入れて冷たい状態にしておきます。バターの粒が冷たい方がよりサクサクした生地になります。オーブンでクラストを焼いている間に上にのせるレモンカスタードを用意しましょう。まずは粉類の計量です。小麦粉大さじ3、塩小さじ8分の1。塩は他の素材の味を引き立ててくれます。軽く混ぜておきます。実はここに砂糖も加えるのですが、ちょっとボウルが小さすぎたので一回り大きいボウルに移します。グラニュー糖を測ります。4分の3カップ、4分の1カップの計量カップを使います。すくったらすり切って小麦粉と砂糖をよく混ぜて小麦粉のダマを潰しておきましょう。次にレモンの準備です。レモン汁を絞るときは最初にまな板に押し付けるようにして転がしておくと絞りやすくなります。今日はレモンの皮も使います。レモンの皮をおろすときに絶対おすすめなのがこのマイクロプレーン社製のゼスター。軽く引くだけでシュッシュッと一番外側の黄色い皮だけを簡単に削ることができます。似た形のゼスターはディスカウントストアなどでも見かけますが、マイクロプレーンは元は工具を作っていたブランドだけあって、刃には特殊技術が使われていて切れ味が抜群です。作業が楽しくなります。白いところを削ると苦くなってしまうので注意しましょう。レモン丸1個分の皮を使います。次にレモン汁を絞ります。計量カップの上に網を置いておくと種をキャッチしてくれるので簡単です。私はレモンを絞るときにはスプーンを使っています。スプーンで中をぐりぐりしごくようにするとよく絞れます。さあ、そうこうしているうちにクラストが焼けました。縁の部分がきつね色になってうっすらと焼き色がつく感じ。ここでオーブンの温度を下げるのを忘れずに。卵を準備します。卵を割ります。ベーキングの時は1個ずつ小さなボウルに割ってから大きなボウルに移すことをお勧めします。殻が入ってしまった時も1個ずつだと取り除きやすいです。また卵は室温にしておきましょう。これはほぐれやすくするためと焼く時の焼きムラを防ぐためです。卵を泡立て器でほぐします。泡立てるわけではなくよくほぐす感じで。まだドロリとしたところがありますね。もう少しよくほぐしてサラサラっとなりました。これで OK です。先ほど用意した粉と砂糖を加えます。レモンの皮を入れます。レモン汁を入れます。
全体がよく混ざるように、ただし泡立てすぎないように気をつけましょう。クラストの上に卵液を流します。大きな泡があればヘラで押さえて潰します。ではオーブンへ。焼き時間は20分から25分ほど。黄色い色がきれいな状態で焼き上げましょう。はい、焼き上がりました。鮮やかな黄色です。型のまま室温に冷まします。中までしっかり焼けています。完全に冷めたらパーチメントペーパーを使ってそっと型から取り出します。少しひびが入ってしまいましたが、おそらくこれは 1,2 分焼き時間が長かったのと、オーブンから出した後涼しい窓辺に置いてしまったためでしょう。カスタード生地はようやく火が通ったぐらいでオーブンから出して、ゆっくりと温度を下げていくとひび割れを防げます。これはちょっと失敗例ということで参考にしてください。美味しそう。さあカットします。刃渡りの長い包丁を使います。レモンスクエアを冷蔵庫で冷やすとカスタードの部分が締まってより切りやすくなるのですが、今日は常温でカットしています。16等分にしましょうか。切った後、その都度包丁の刃を濡らしたペーパータオルで拭き取ると良いでしょう。仕上げに粉砂糖をかけます。こちらはオクソというブランドの Baker's Dusting Wand。仕上げに粉砂糖やココアを振りかけるときに重宝しています。お魚に薄く小麦粉の衣をつけたいときなどにも便利です。粉砂糖は時間が経つと溶けて消えてしまうので、食べる直前に振りかけましょう。お皿に盛り付けましょう。はい、こんなに可愛らしい春らしいお菓子です。常温でも美味しいけれど、冷蔵庫で冷やしてからいただくと一層レモンのキュンとした酸っぱさが美味しく感じられます。下のクッキー生地がサクサクホロホロです。大きな型で焼いて好きな大きさに切り分けて食べられるレモンスクエア。パーティーの時のプチフールとしても使えるし、またお子さんのお弁当に入れたりもできますね。気軽に手で持って食べられるので、ピクニックのおやつとしても好まれるようです。ぜひ作ってみてください。私は3月25日にコロナウイルスのワクチン接種1回目を受けてきました。ニューヨークではワクチン接種がどんどん進んでいて、3月30日からは30歳以上が対象に、そして4月6日からは16歳以上が対象になります。少しずつ明るい兆しも見えてきて嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。